ねえ、目貸して。この一言で始まる遊びが私の故郷にはあった。子供の頃、近所の神社の裏手に集まり、目隠しをして見えなくなるごっこをする。鬼ごっこのようでも少しだけ違っていた。遊びの名前は目かしさま。ルールは簡単。目を閉じて誰かに目を貸す。その間、自分の目には別の何かが映るという。それが怖くて、でも面白くて、私たちは夢中で繰り返した。でも、ある時から、その遊びは誰もやらなくなった。理由は覚えていない。ただ、妙に目が痛くなった日があったのと、同級生のまなみちゃんが、突然転校したことだけは覚えている。それから10年以上が経った。私は大学生になり、地元を離れて東京で暮らしていた。あの頃の記憶は、もやのかかった夏休みのように、遠くぼんやりとしていた。ある雨の日、コンビニの帰りに、ふと視線を感じた。振り返ると、傘を差した女の子がこちらをじっと見ていた。中学生くらいだろうか。だが顔がどこかおかしい。目元が滲んでいた。まるでインクで塗りつぶしたように黒く歪んでいて、よく見えない。心臓が冷たくなった。その子は静かに口を開いた。目貸してくれたよね。そこで私の記憶が断ち切れた。気がつくと自室のベッドの上だった。コンビニの袋は濡れていたけれど、時間は数分しか経っていなかった。夢だったのかと思った。だが、翌朝鏡を見たとき、私は悲鳴を上げそうになった。片方の目が赤く充血していた。眼球の奥がズキズキと痛む。そして、目の前が二重に見えた。まるで、誰かの記憶が、私の視界に重なっているようだった。それからというもの、私は、見えてはいけないものを見るようになった。誰もいないはずの廊下で、角を曲がった先に濡れた制服の女の子。自習中の教室で、黒板に文字を書き続ける。いないはずの教師。街の広告ディスプレイに、誰も知らない注意喚起が流れている。だけど一番怖かったのは、鏡に映る自分の目だった。左目が自分のものではない気がする。どこか異物のような視線。自分の顔を見つめているはずなのに、他人に見えて仕方がない。ある夜、
夢の中で見知らぬ少女が現れた。顔はやはり黒く塗りつぶされている。彼女は私に近づいてきて言った。私の目返して。恐怖よりもどこか悲しいような気持ちがした。でも私はなぜか返せなかった。その瞬間、少女の瞳がゾッとするほどの速さで私の目の中に滑り込んできた。夢から覚めた時、私は泣いていた。目を閉じても彼女の視界が頭の奥に残っている。ある日、大学の図書館でメカシ様の記述を見つけた。小さな民族誌のコラムにこうあった。メカシ様とは戦前の山間部で伝わっていた遊戯的な儀式であり、子供が一時的に霊の視界を借りるという信仰に由来する。目を貸すことで別の存在の記憶や景色を体験できるが、長く貸しすぎると目がそのもののものになるとされる。私は震えながら本を閉じた。目を貸した記憶は確かにある。でも誰に、いつ、まなみちゃん、彼女に貸したのだろうか。それともあの黒い目の少女をある晩再び夢の中で目を返してと誰かが言った。でも私はこう答えていた。それもう私の目だから。言葉が自然に出た。怖かった。なぜそんなことを口にしたのか自分でもわからなかった。その瞬間、夢の中で少女の顔が歪み、口だけが大きく開いた。声なき悲鳴。目の奥が焼けるように痛んだ。その日から鏡を見るのをやめた。自分がどこを見ているのかわからなくなるから。目は確かにここにあるのに、視界のどこかが他人のままなのだ。最近は街中でこうささやかれるのを聞く。目貸して欲しいなって。その声がだんだんと増えてきた。見知らぬ人が私の目を覗き込むようにしてすれ違う。すれ違った後の誰かがうっすら笑っている。私の目はもう私のものではないのかもしれない。だけど返せと言われてももうどうしたらいいのかわからない。昨日エレベーターの鏡に映った自分が私にこう言った。ねえ、目ちょっと貸してよ。もう誰が誰に言ってるのかすらわからない。おしまい。